父と母と姉が3人と兄1人がいます。1人。この実習生と関わるようになって思ったのは、教師が本当に実習生の頑張り、教室での頑張りをもっと日本の社会の人にも見せていって、日本人にこんだけ頑張ってるんですよっていうのを示していかないといけないし、逆に日本社会も応援してる人はいっぱいいるよっていうことも実習生に分かってもらいたい。教師になってすぐ行ったのはマレーシア。女性が独身で海外でずっと住むっていうのはなかなかそれを打ち破る強いものが私にはなかったのかもしれないです。マレーシア行く前も関西に住んでたので、関西に帰るような形で関西の神戸に住んで結婚をしてこちらの生まれたところに帰ってきました。そのちょうど時代的には震災があって、都会でいた時にやっぱり怖いなって思ったんですよね。情報がなかったら食べ物ももらえない。でちょうどその時にすごく偶然高知の病院から仕事の依頼があって、電車かバスかからパッて外見たらもう畑があってそう食べ物あるなってすごい思って、せっかくこの場所に私が住もうと思ったら住めるのにと思ったんですよね。おはようございます。どこへ行きますか？これだけ。それも、ルネザもそう。ある日、そのインターネットを見てたら、オンラインで教える仕事みたいなのがあって、じゃあ自分でやってみようと思って自分で広告を出して、でやりだすとすごくそれが面白くって、絶対に結びつくことないと思ってたんですよ。自分のすごく大好きなこの日本語教育っていう仕事と自分の生まれ育った田舎で暮らすっていうことは。何か質問、チャクラさんに。すみません、チャクラさん。4年、高知に住んでいますか？そうです。そうですか。何をしますか？いいです。仕事です。なるほど。どんな仕事ですか？船乗ってます。漁業。魚取ります。わかりました。すみません、ありがとうございます。はい、いいですね。漁業。すごいね。海で魚を探して取ります。はい、仕事は面白いですか？仕事はちょっと面白いこともあるし、悲しいこともあるし、いろいろなことはあります。そうですか。面白いこともあるし、悲しいこともある。そうか。日本人じゃない？Iya, Indonesia Singです。日本人じゃない。はい、インドネシア。あなたは？私もインドネシア人です。そう。インドネシアの学生さん？いえ、実習生です。カツオの漁業実習生に室戸の自然の家の場所で日本語を教えるっていう仕事が唯一室戸でできる日本語教育としてあったんですけども、私がその仕事を知った時には前任の先生が一人いらっしゃって、その先生がもう辞められるので新しい先生を探しているっていうことが県の方にその問い合わせがいって、トピックは魚の名前。じゃあ皆さんはね、カツオです。それから一本釣り。この言葉はとてもいい言葉です。いつも言ってください。皆さんの仕事の説明で一番いい言葉。カツオの一本釣りです。
最初の目的は日本へ行きたいだけです。私は日本へ行きたい、日本で仕事をしたいだけです。それからだんだん他の目的が日本語の先生になりたいです。好きですから、日本語は。日本のことは好きです。対話とかアニメとか日本の歌とかそれも好きですから。やっぱり性格が違いますね。日本人とインドネシア人は。厳しい国はいいと思います。インドネシアは反対です。でも守る人もいますから。12月19日月曜日、夕べの集いを行います。背中、ここ。自分が送り出したその室戸で学んだ実習生がその日冬で初めて雪が降った日で嬉しくなって歩きながらこう YouTuber 風にね動画撮って今雪が降ってるよみたいなことを撮ったんです、自撮りで。でそこに通学中の女の子が来て、それで彼は思わずその女の子フレームに入れちゃったんですよ。僕はインドネシア人って言って、でお名前はって聞いちゃったんですよね。でそれって私たちが日本語教室で一番最初の授業でやることなんですよ。それでだから何の悪気もないけど結果としてはその子供が東南アジア風の男性に話しかけられて名前を聞かれたとっていう不審者情報になって、で学校の先生がなんか手紙を保護者に出したんですね。もう私も本当にもうごめんとしか言いようがなくって、あなたは何にも悪くない、何にも悪くないのに、じゃあでも誰が悪いっていうこともできないんです。誰も悪くないから。だって保護者としてはその不審者情報とかね回してくれるその学校とか警察のシステムがあることも理解してるし。もっと実習生のことをないものじゃなくて、この町で一緒に仕事頑張ってる生活者だよっていうことをみんなに知ってもらいたい。教師が文法を教えるという面で関わってたらいつまでたっても学習者は支えられる人であり、学ばないといけない人、日本社会に閉ざされたところの人、日本人のこう思ってる規範みたいなものをどうやって彼らに伝えるかで、彼らの規範をどうやって日本人にも理解してもらえるか。学習者と日本人が一緒になってなんか取り組める教材みたいなものをいくつか用意して、そのだからやることというか場の設定をするのが日本語室戸のやりたいこと。
彼氏と旅行しました。日本人もこの人が分かってくれるためにはどうしたらいいんだろうっていうことを考えないといけないし、どうしてこんな間違いするんだろうっていうものの奥を日本人も学ばないといけない。違和感の中から一生懸命相手のことを知ろうとする。